入れ墨があったら、アニョンニムニムシオニムです。お元気でしたか？もう11月になりました。11月もよろしくお願いします。今日は日本と韓国の入れ墨の認識について話してみたいんですけど、まず自分は手に6個、腕に1個があります。そんなに多い方ではないんですけど、すぐ見えるところなんで、もうすぐタトゥー多いなって思われやすいです。まあ普通の方から見たら6個は多いよって思われるかもしれないです。で、自分が経験して感じたのを言ってみたいんですけど、まず韓国での認識から言ってみたいです。皆さんは韓国の認識どうだと思いますか？なんか日本の方は韓国人はタトゥーが多いってよくおっしゃってるんですけど、韓国でもいろんな意見で分かれてます。親からもらった体にタトゥーは良くない、半グレみたい、ヤクザみたいという意見と、個性だ、ファッションだ、もう和彫りみたいな入れ墨じゃないと大丈夫という意見で分かれてます。でも最近は個性で良くない認識よりは大丈夫っていう意見がもっと多いです。自分の周りには和彫りみたいな入れ墨をやった人も多いし、それじゃなくてほんまにちっちゃい可愛いタトゥーを入れてる友達も多いです。なのでまた地域によって、もう年によって、趣味によってちょっと分かれてるなって思います。日本での認識もヤクザや半グレみたいなイメージで良くないって思う方も、最近の若い者は個性だっていう思ってる人が多いので似てるかなとは思います。でも確実に韓国の友達の方がもうちょっとタトゥーが多いかなとは思います。でも日本でも結構多い人が入れているとは思います。これからタトゥーでの制限事項が何があるかについて見たいんですけど、まず日本ではタトゥーがあったら温泉、銭湯、ウォーターパークなどに行けないか、なんか隠さないとダメなんですよね。でも結構前からの韓国は入れ墨があるから温泉、銭湯、ウォーターパークなどの入場拒否はないです。そして日本ではチームや体育館もタトゥーがあったら入場拒否など隠さないとダメっていう規定があるところもあるんですけど、韓国はだいたい入れ墨があってもあんまり気にしないです。これは差別っていう意見と個人の自由を尊重するために、9割は入れ墨があっても別に制限がないです。で、次は仕事の部分なんですけど、日本の場合は入れ墨があったら仕事ができないところが結構あるかなと思います。隠しても OK っていうところもあるんですけど、隠してもダメって言ってるところもありました。これ実際の経験なんですけど、この間自分 USJ で働いてみようかなって思って USJ に合格して OJT に行って、こんなところに入れ墨があるんですけどちゃんと隠せるんですけど働けますかって言ったら拒否されて返されました。悲しかったです。で、韓国では入れ墨があっても警察とかの公務員じゃなかったらほとんど働けるし、ちょっと厳しいところでも隠したら働けます。韓国でも自分3つぐらいのテーマパークで働いてたんですけど、1はサムソンのエバランド、2番目はチェジュにあるシナワールド、3は子供中心のポロロエンタヨテーマパークで働いたことあるんですけど、隠したら大丈夫って言われて韓国では働いたことがあります。自分が入れ墨を隠しているものはスプレーなんですけど、そのスプレーは防水ももちろん引っかかってもそれがなくならないんですよ。で、普通の目で見たらあんまりわかんないぐらいなので、自分が言わんと気づく人は今まで見たことないぐらいです。で、こんな感じで日本で入れ墨でダメって言われて、まだ日本はタトゥーの認識が良くないなって思いました。皆さんはこのタトゥーについてどう思いますか？で、こんな感じで自分が感じてみた韓国と日本との入れ墨の違い、タトゥーの認識の違いについて話してみたんですけど、皆さんはタトゥーについてどう思いますか？皆さんの意見も教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。안녕。